D 坂の殺人事件、江戸川乱歩。事実。それは9月初旬のある蒸し暑い晩のことであった。私は D 坂の大通りの中ほどにある白梅軒という行きつけのカフェで冷やしコーヒーをすすっていた。当時私は学校を出たばかりで、まだこれという職業もなく、下宿屋にゴロゴロして本でも読んでいるか、それに飽きると当てどもなく散歩に出て、あまり費用のかからぬカフェ周りをやるくらいが毎日の日課だった。この白梅軒というのは下宿屋から近くもあり、どこへ散歩するにも必ずその前を通るような位置にあったので、したがって一番よく出入りしたわけであったが、私という男は悪い癖で、カフェに入るとどうも長っちりになる。それも元来食欲の少ない方なので、一つは脳中の乏しいせいもあってだが、洋食一皿注文するでなく、安いコーヒーを2杯も3杯もおかわりして、1時間も2時間もじっとしているのだ。そうかといって、別段ウェイトレスにおぼし飯があったり、からかったりするわけではない。まあ、下宿よりなんとなく派手で、居心地がいいのだろう。私はその晩も、例によって、一杯の冷やしコーヒーを10分もかかって飲みながら、いつもの往来に面したテーブルに陣取って、ぼんやり窓の外を眺めていた。さて、この白梅軒のある D 坂というのは、以前、菊人形の名所だったところで、狭かった通りが祝改正で取り広げられ、南限道路とかいう大通りになって間もなくだから、まだ大通りの両側にところどころ空き地などもあって、今よりずっと寂しかった自分の話だ。大通りを越して白梅軒のちょうど真向こうに一軒の古本屋がある。実は私は先ほどからそこの店先を眺めていたのだ。みすぼらしいバスへの古本屋で、別段眺めるほどの景色でもないのだが、私にはちょっと特別の興味があった。というのは、私が近頃この白梅軒で知り合いになった一人の妙な男があって、名前は明智小五郎というのだが、話をしてみるといかにも変わり者で、それで頭が良さそうで、私の惚れ込んだことには、探偵小説好きなのだが、その男の幼なじみの女が、今ではこの古本屋の女房になっているということを、この前彼から聞いていたからだった。2、3度本を買って覚えているところによれば、この古本屋の細君というのがなかなかの美人で、どこがどういうではないが、なんとなく官能的に男を引きつけるようなところがあるのだ。彼女は夜はいつでも店番をしているのだから、今晩もいるに違いないと、店中を、と言っても2軒半間口の手狭な店だけれど、探してみたが、誰もいない。いずれそのうちに出てくるのだろうと、私はじっと目で待っていたものだ。だが、女房はなかなか出てこない。で、いい加減めんどくさくなって、隣の時計屋へ目を移そうとしている時であった。私はふと、店と奥の窓の境に閉めてある障子の格子戸がぴっしゃり閉まるのを見つけた。その障子は専門家の方では無双と称するもので、普通紙を貼るべき中央の部分が細かい縦の二重の格子になっていて、それが開閉できるのだ。はて、変なこともあるものだ。古本屋などというものは万引きされやすい商売だから、たとえ店に番をしていなくても、奥に人がいて、障子の隙間などからじっ
と見張っているものなのに、その隙見の箇所を塞いでしまうとはおかしい。寒い時分ならともかく、9月になったばかりのこんな蒸し暑い晩なのに、第一、あの障子が締め切ってあるのから変だ。そんな風にいろいろ考えてみると、古本屋の奥の間に何事かありそうで、私は目を移す気にはなれなかった。古本屋のサイ君といえば、ある時、このカフェのウェイトレスたちが妙な噂をしているのを聞いたことがある。何でも銭湯で出会うおかみさんや娘たちの棚卸しの続きらしかったが、古本屋のおかみさんはあんな綺麗な人だけれど、裸になると体中傷だらけだ。叩かれたりつねられたりした後に違いないわ。別に夫婦仲が悪くもないようなのに、おかしいわね。すると別の女がそれを受けて喋るのだ。あの並びの蕎麦屋の朝日屋のおかみさんだってよく傷をしているわ。あれもどうも叩かれた傷に違いないわ。で、この噂話が何を意味するか、私は深くも気に留めないで、ただ亭主が邪険なのだろうくらいに考えたことだが、読者諸君、それがなかなかそうではなかったのだ。ちょっとした事柄だが、この物語全体に大きな関係を持っていることが後になって分かった。それはともかく、そうして私は30分ほども同じところを見つめていた。虫がしらすとでも言うのか、なんだかこう、脇見をしている隙に何事か起こりそうで、どうも他へ目を向けられなかったのだ。その時、先ほどちょっと名前の出た明智小五郎が、いつもの荒い棒縞の浴衣を着て、変に肩を振る歩き方で窓の外を通りかかった。彼は私に気づくと会釈して中へ入ってきたが、冷やしコーヒーを命じておいて、私と同じように窓の方を向いて、私の隣に腰をかけた。そして私が一つのところを見つめているのに気づくと、彼はその私の視線をたどって同じく向こうの古本屋を眺めた。しかも不思議なことには、彼もまたいかにも興味ありげに少しも目をそらさないでその方を凝視しだしたのである。私たちはそうして申し合わせたように同じ場所を眺めながらいろいろの無駄話を取り交わした。その時私たちの間にどんな話題が話されたか、今ではもう忘れてもいるし、それにこの物語にはあまり関係のないことだから略するけれど、それが犯罪や探偵に関したものであったことは確かだ。試みに見本を一つ取り出してみると、絶対に発見されない犯罪というのは不可能でしょうか。僕は随分可能性があると思うのですがね。例えば谷崎潤一郎の途上ですね。ああした犯罪はまず発見されることはありませんよ。もっともあの小説では探偵が発見したことになっていますけれど、あれは作者の素晴らしい想像力が作り出したことですからね。と明智。いや、僕はそうは思いませんよ。実際問題としてならともかく、理論的に言って探偵のできない犯罪なんてありませんよ。ただ、現在の警察に途上に出てくるような偉い探偵がいないだけですよ。と私。ざっとこういった風なのだ。だが、ある瞬間、二人は言い合わせたように黙り込んでしまった。さっきから話しながらも目をそらさないでいた向こうの古本屋に、ある面白い事件が発生したのだ。君も気づいているようですね。と私が囁くと、彼は即座に答えた。
本泥棒でしょう。どうも変ですね。僕もここへ入ってきた時から見ていたんですよ。これで4人目ですね。君が来てからまだ30分にもなりませんが、30分に4人も少しおかしいですね。僕は君の来る前からあそこを見ていたんですよ。1時間ほど前にね。障子があるでしょ。あれの格子のようになったところが閉まるのを見たんですが、それからずっと注意していたのです。家の人が出て行ったのじゃないのですか？それが、あの障子は一度も開かなかったのですよ。出て行ったとすれば裏口からでしょうが、30分も人がいないなんて確かに変ですよ。どうです？行ってみようじゃありませんか。そうですね。家の中に別状ないとしても、外で何かあったのかもしれませんからね。私は、これが犯罪事件ででもあってくれれば面白いと思いながらカフェを出た。明智とても同じ思いに違いなかった。彼も少なからず興奮しているのだ。古本屋はよくある方で、店全体土間になっていて、正面と左右に天井まで届くような本棚を取り付け、その腰のところが本を並べるための台になっている。土間の中央には島のように、これも本を並べたり積み上げたりするための長方形の台が置いてある。そして正面の本棚の右の方が3尺ばかり空いていて、奥の部屋との通路になり、先に行った一枚の障子が立ててある。いつもはこの障子の前の半畳ほどの畳敷きのところに、主人か細君がちょこんと座って番をしているのだ。明智と私とはその畳敷きのところまで行って大声に呼んでみたけれど、何の返事もない。果たして誰もいないらしい。私は障子を少し開けて奥の間を覗いてみると、中は電灯が消えて真っ暗だが、どうやら人間らしいものが部屋の隅に倒れている様子だ。不審に思ってもう一度声をかけたが、返事をしない。構わない。上がってみようじゃありませんか。そこで二人はどかどか奥の間へ上がり込んでいった。明智の手で電灯のスイッチがひねられた。その途端、私たちは同時に、あっと声を立てた。明るくなった部屋の片隅には、女の死骸が横たわっているのだ。ここの細君ですね。やっと私が言った。首を絞められているようではありませんか。明智はそばへ寄って死体を調べていたが、とても蘇生の見込みはありませんよ。早く警察へ知らせなきゃ。僕、自動電話まで行ってきましょう。君、番をしててください。近所へはまだ知らせない方がいいでしょう。手がかりを消してしまってはいけないから。彼はこう命令的に言い残して、半丁ばかりのあるところにある自動電話へ飛んでいった。普段から犯罪だ探偵だと議論だけはなかなか一人前にやっとのける私だが、さて実際にぶつかったのは初めてだ。手のつけようがない。私はただまじまじと部屋の様子を眺めているほかはなかった。部屋は一間切りの6畳で、奥の方は右一間は幅の狭い縁側を隔てて、2坪ばかりの庭と便所があり、庭の向こうは板塀になっている。夏のことで開けっぱなしだからすっかり見通しなのだ。左半間は開き戸で、その奥に2畳敷きほどの板の間があり、裏口に接して狭い流し場が見え、そこの腰高障子は閉まっている。向かって右側は4枚の襖が閉まっていて、中は2階への階段と物入れ場になっているらしい。ごくありふれた安長屋の間取りだ。死骸は左側の壁寄りに、店の間の方を頭にして倒れている。私は
なるべく強行当時の模様を乱すまいとして、一つは気味も悪かったので、死骸のそばへ近寄らないようにしていた。でも、狭い部屋のことであり、見舞いとしても自然、その方に目が行くのだ。女は粗い中型模様の浴衣を着て、ほとんど仰向きに倒れている。しかし、着物が膝の上の方までまくれて、ももがむき出しになっているくらいで、別に抵抗した様子はない。首のところはよくはわからぬが、どうやら絞められた傷が紫色になっているらしい。表の大通りには往来が絶えない。声高に話し合って、カラカラと日和下駄を引きずっていくのや、酒によって流行り歌を怒鳴っていくのや、至極天下大変なことだ。そして障子一重の家の中には、一人の女が惨殺されて横たわっている。なんという皮肉だ。私は妙にセンチメンタルになって、呆然と佇んでいた。すぐ来るそうですよ。明智が息を切って帰ってきた。ああ、そう。私はなんだか口を聞くのも大儀になっていた。二人は長い間、一言も言わないで顔を見合わせていた。